2003。築40数年、軽量鉄骨造のお家をリフォームしています。前回は天井下地を組み、石膏ボードを貼りました。4メートル ×7 メートルの広い空間が出来上がりました。床と天井の施工が終わり、今回は壁を作って部屋を2つに分け、クローゼットを2箇所作っていきます。天井、床、壁、それぞれにレーザーで十字ラインを出し、隅芯を正確に合わせていきます。残す予定だったんだけど、うん、ちょっと白あれ入ってるから壊しますかね。はい。当初は建具のみの交換の予定だった押し入れですが、1メートルあるので使えないので、シロアリの影響と付け足す施工が難しい軽量鉄骨の作りに悩んだ末、解体して一から作り直す選択をしました。このまんまでもいいって言われてたんですけど、ベニヤがすごく薄いんですよ。4ミリかな。4ミリか。棚を作るときにこのベニヤだとちょっと下地がなかったりするんで、新しく、ふかす壁を作ります。どれぐらいふかすの？もうできるだけ薄くしたいんで、ゴムの動物を打って石膏ボードあります。既存が横に入ってるからさ。石膏ボード横張りにする。縦でやって、そっちの方が強い。よし、そうした。決めた。壁を出すときはさ、まず下の通りを見てさ。こちらの壁はクローゼットの中なので、このままでもいいと施主様はおっしゃっていましたが、ベニヤが薄く棚を作ることができないことから、壁をふかしてきれいに作り直すことにします。あとやっぱり押し入れの中をできるだけ四角に作ってあげるっていうのは大事だから、せっかくね、もう棚作るときやりにくいね。なるほどね。そういった意味でも、綺麗に作っといたら後々の仕事がやりやすいから、こうきついちゃう。ゴム動物の場合はスリムビスの方がいいかもしれないね。カズさんはスリムビスをあんまり信用していないのですが、今回は木が割れてしまいそうなので、あえて使います。リフォームの味方、パッキンです。結構高いので、ベニヤや余った木でくさびやスペーサーを作るのもありですね。既存の壁はまっすぐではありません。壁をふかすにあたって、ある程度歪みを調整しておきたいところです。壁の膨らみを考慮し、仕上がりがまっすぐになるように、先に天井と床に下地を取り付けます。例えば、中央が5ミリ膨らんでいたら、天井と床は5ミリ手前から下地を組む感じですね。今回はその逆で壁が引っ込んでいるため、真ん中にパッキンを足せばまっすぐになります。ないことした。うわ。壁がグラグラだったので、釘を打ったらそのまま内側に押されちゃいました。調子に乗って打ちすぎて勢いでいっちゃった。3、4本切ってくれ。まとめて。余った石膏ボードのまっすぐな辺を当てて定規として使います。まあ押し入れの中だし、
時間かけれないんで、軽く通りだけ見て、あとは勘でやっていく感じ。端っこだけでもね、通ると見た目が良くなるで。ね、通ったやろ。壁の四隅をまっすぐにしておくことで全体の印象が良くなるらしいです。今回は 450mm 間隔で縦胴縁を入れていますが、300mm が推奨とのことです。このくらいにしようか。上下左右を決めたので、次は真ん中の通りをできるだけまっすぐにします。丁寧にしっかりやろうと思えばいくらでも手間はかけられますが、時間や予算、その工事の重要度などバランスを考えて判断することが求められます。こっちも2ミリ。真ん中の壁の通りが決まったので、あとは隙間の具合を見ながらスペーサーを入れて釘で留めていきます。既存の壁の釘が効く場所は限られているので、要所要所にボンドも併用します。一度目は外れる可能性あるから、ちょっと見た目悪いけど、これでね、角にウエタンつけます。ビス打ちして外れる時ある。あ、そうなんだ。ここからここまたがして貼りたいもんで、こっち角打ち用だから、ビスで引っ張るだけ、下地じゃない、これは。ちょっと何言ってるか。角当て用だからね。簡易的な方法ではありますが、まっすぐな壁下地ができました。今回はクローゼットの中に回り子をつけないのと、天井下地を水平に作ってあるため、天井と壁に隙間を作らないように上からボードを横張りしていきます。続いて間仕切り壁を起こしていきます。52.5やで、ここに下地が欲しい。合わせて棚板用の下地も作っていきます。ここに立てよう。ここに内側下地を作る。こうやってさ、間を崩すと後でボード貼るときに嫌になるんだわ。ボードのロスが増えちゃう。265から基本的には石膏ボードのサイズに合わせて下地を入れた方がボードのロスが出ません。今回のようにボードの割りを優先すると壁の強度を無視した位置に下地が来てしまうこともあります。その場合、あくまでも壁の強度を優先した位置に下地を入れます。強度がそれほど必要ない場所には短い木を継ぎ足して下地を作っていきます。
たった1メートルの端材でも今は下手したら数百円するかもしれません。枕棚を取り付ける位置にあらかじめ下地を入れておきます。さらに将来的に棚板を増やす可能性を考慮し、念のためにその下地も入れておきます。最後にハンガーパイプの下地を入れます。よいしょ。さてと、部屋がすごく綺麗です。出ちゃったかな。やめようかな。膨らんだな。閉まったな。これを入れたから？いや、柱が開いたまんまやった。もうちょっと右。そこ。これ。OK。一部。木の癖を見ないままこれを打ったので、木がもともと曲がっとるのに対して打つとこうなるね。押してなくても一部だね。一部切るや。たった3ミリの狂いですが、これは大事なことね。カズさんはそれを許しません。ゼロだったね。で、あとこっちもついた。建具枠の開口部の袖壁を作ります。あ、あれ売ってないね。わざと？いや、わざとじゃねえわ。見えんかったんだわ。いや、これはわざとですね。あれ？俺すんの間違えとんの？これ。あ！やらかしました。一番上がおかしいね。サイズがおかしい。なんで教えてくれんかったん？いや、気づかなかったけど。これ？そうやな。わざとですか？わざとじゃないよ。これは俺が悪いんじゃない。
ちょっとふてくされています。それやわ、それ。30ミリくらい違いますね。さっきは確か3ミリのズレにこだわっていた気がするのですが、それも違ったら泣くかもしれない。私の倍くらいの大きな目がついているのに30ミリを間違うはずがないので、やっぱりわざとですね。さすがにこちら側は間違いませんでした。施主様からの温かいコーヒーとメッセージです。天井仕上げ高は2400ミリくらいが一般的なのに対し、こちらのお家は梁下で2380ミリしかありません。2003。一番低いところで梁下のボルト部分が2380ミリでした。ツリー入れても本当にギリギリだね。枠の上はさらに30。ギリギリでなんとか天井高を確保しました。建具の位置には補強の下地を入れて、先行で天井ボードを貼りました。そしてこれから天井に直付けで既製品の建具枠を取り付けます。そのまま起こして、限界まで起こして。前回の動画でもお話ししましたが、今回既存の鉄骨の梁が低すぎて天井の高さが確保できませんでした。なんとかギリギリ建具の高さで天井を収めています。クリアランスを取ったのになぜか枠がきつくてなかなか入りません。上がきつかったのかな、ダブル。はい、貼って。2545。精度悪いな。2542だよね、2545は。3ミリも違う。ああ、ついてるもん。でかかったね。これだって空いてるもん。ああ。なんと既製品のカモイが製品説明書の寸法よりも3ミリ長いことが判明。ここまで来てカモイ枠をカットするのはリスクがあるので無理やり収めます。2.3 メートルの高さで左右 1.5 ミリの傾きならよしとしましょう。見えるな、やっぱりな。な、同時にはめて、今半分まで入れて。半分まで。あ、入ったな。はい、もうゆるゆるやわ、これ。はい、オッケー。こちらの枠は誤差なくすんなりと入りました。入ったのはいいのですが、外れてますけど。
ビス穴が出ちゃいそうだよね。ギリギリだね、ほんと。そう多少木曲がるけどこんなギリギリのところにさこんな感じで打っとるね。こんなん割れるよ。木目の癖でビスが外に逃げたり、木自体に歪みがあったりするとかなり心配な位置です。でしかも外側にしかないんやもんね、ビス穴がね。これうん真ん中にはないんだよね。これミス曲がるやんね、やっぱり。うんまっすぐはいかないってなるよ。木は必ずまっすぐで割れないという条件で設計されている感じがします。内側にね。少し心配なところもありましたが、なんとかすべての建具枠が無事につきました。最後に残りの石膏ボードを貼れば壁工事完成です。やらかしました。2月までならなんとかなる。3発打たれると困るんやろ。もう開いてるで。実はこれ、この日2回目です。つい今これは。どういうことですか。ちょっと待って。社長に2度もビスの詰まりを直させ、貴重な時間をロスしてしまったので、私はビス打ちの資格を剥奪され、カズさんが残りのビスを打ってくれました。いいわ。ボードの作業は現場が汚れてしまうので、一度片付けたら二度と道具を出したくありません。余った石膏ボードもさっさと現場の外に出したくなります。ですが、集塵機も丸ノコも作業台も全部片付けて、床も掃除してピカピカにしてから、クローゼットの見返しの部分を貼っていないことに気づいた大工さんは、2000万人くらいいるそうです。シロアリの発見から始まったこの工事、紆余曲折ありましたが、なんとかここまでたどり着きました。あとは幅木と回り子を打ち、クローゼットの棚を作ったりと細かい作業を終えて、いよいよ完成です。黄色が強い。黄色いね。よし。大工さんと黒瀬屋さんが仲悪いってほんま。時間を追うこともできない。これはやっぱ難しい。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。